ありがとうありがとう。どうも。コーヒー入れました。ありがとう。はい。どうも皆さんこんにちは。日本語教師のしゅんです。オッケーさんこんにちは。こんにちは。ありがとう。はい、乾杯。乾杯。ありがとうございます。しゅんと会うの初めて。2回目。2回目だ。そっか。忘れましたか？忘れました。でも2人でこのポッドキャストを撮るのは初めてですね。そうですね。そう。でも前に会いましたよ。そう。甲府で山梨県で会いましたね。会いましたね。ふみさんとしゅんとオッケーと3人で会いましたね。覚えてますか？今思い出しました。嘘です。覚えてます。よかったよかった。最近どうでしたか？最近少し忙しかったです。そうですか。仕事がたくさんありました。でも嬉しいですね。嬉しいです。よかった。そう、しゅんはどうでしたか？同じですよ。最近は忙しかったな。めっちゃ忙しかったですね。何をしていましたか？たくさん旅行したり、ポッドキャスト作ったり YouTube 作ったり、ブートキャンプを作ったり、コースを作ったりしていましたね。そうですね。この話は後でしましょう。後でしましょう。今日は何をしました？今日は朝起きてコーヒーを飲んでちょっと出かけました。どこに出かけましたか？そう、ちょっと友達の家に行かなければいけませんでした。行かなければいけなかった。そう、友達に、旅行のお土産を渡しに行きました。そうなんですね。旅行のお土産。どこに行ったんですか？前にチリとヨーロッパに行きました。そうで、多分オッケーさんにもチリのお土産をあげましたね。チリの可愛いお土産をもらいました。そのお土産を地元の友達にあげに行きました。その人は喜んでいましたか？いや、喜んでいましたよ。なんかすごい綺麗だねって言ってました。そういいですね。そっか。いや、良かったですよ。僕は今日は朝ごはんを食べにカフェに行きました。そうですか。いいですね。コーヒーと卵サンドとヨーグルトを食べました。よくカフェに行きますか？よくカフェに行きます。いつもカフェに行きます。そうですか。いいね。子供の時も家族と一緒にカフェに行っていました。そうなんですね。じゃあオーケーさんの家族もカフェに行くのが好きですか？カフェに行くのが好きな家族です。家族と一緒にカフェに行くんですね。しゅんさんはあまり行かないですか？いや、家族とあまりカフェに行きませんね。子供の時も全然家族とカフェに行きませんでした。そうですか。僕の家族は、大抵朝にカフェに行きました。そうなんですね。そう。なぜなら安いからです。朝の方が安い？そうなんですよ。本当に？そうなんです。朝はコーヒーを一つ頼みますね。そうするとパンがもらえます。コーヒーのお金を払えばパンのお金は払わなくても大丈夫です。無料です。無料ですか。そっか。それはいいね。いいですね。それをモーニングと言います。モーニング、英語で朝、カフェでの朝ごはんですね。それをモーニングと言います。モーニングと言います。モーニングは
名古屋の文化ですよね。そうだと思います。多分名古屋で始まりましたね。多分、はい。だから名古屋に本当にたくさんカフェがあって、たくさんの人はその朝ごはんを食べにカフェに行きますよね。はい、でも一つ、朝11時までに行かなければいけません。ああ、そうですね。カフェによっては10時までに行かなければいけません。そうですよね。はい、起きられませんか？起きられません。時々？はい、時々起きられません。まあしょうがないよね。しょうがないですよ。はい。なるほど。じゃあ今日はシュンは何をするつもりですか？今日はまあ今 OK さんと会って、まあこの YouTube の撮影の後温泉に行きます。温泉に行くつもりですか？一緒に行きませんか？行きたい。行きましょう。この近くにいい温泉があるんですよ。本当ですか？行きましょう。行きましょう。連れて行ってあげます。ありがとう。はい。じゃあ行こうか。行きましょう。行きますか。待って。一つ話がある。本当？あの話。あれ？そうか。僕とシュンで作ったプログラムがあります。ね、作りましたね。はい。一緒に。はい。はい。僕日本語の勉強のために本当に勉強になるものを作りたかったんですよ。だけど日本語の教師ではないので作ることができなかった。はい。その時にシュンに出会いました。そうですね。運命です。本当ですよね。本当に。そう。初めは一緒に音楽を作ったよね。そう作ったね。作りましたよ。そこでたくさん話をしていました。そう、音楽を作ってなんか一緒にたくさん遊んで、でなんか一緒にたくさんミーティングをして、こんなコースを作りたい、私はこんなコースを作りたい、ちょっと話し合いましたね。いや、たくさん時間をかけて作りました。いや大変でしたね。私は日本語の先生なんですけど、そうクラスでみんな N4 とか N3 の生徒はよく N4 と N3 もっと上手になりません。でいつも問題は N5 の文法なんですよ。そう N5 の文法が完璧じゃないから、そう N5 と N5 の文法が完璧じゃないから N4 と N3 が上手にならない。そっか。じゃあとっても大切ですね。なんか N5 を完璧にするのは本当に大切。使える N5。そうですね。そう分かる N5 じゃなくて使える N5。使える N5。じゃあこれを使ってシャドーイングやディクテーションの練習をするといいですね。いやいいですよ。もう N5 完璧になります。なると思います。楽しみですね。いやめっちゃ楽しみですね。はい、もう楽しみ。じゃあ下のディスクリプションにリンクがあるのでクリックしてぜひ見てください。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ温泉行ってきます。行きましょう。行きましょう。スマホ。危ない。忘れてる。危ない。